すいません、こんばんは。姉さん、ありがとうございます。声、声聞こえない。もう初めからありがとうございます。すいません。またマイク入れるの忘れてました。姉さん、ありがとうございます。声聞こえないよって、今、ありがとうございます。すいません。姉さん、出てきてください。すいません。いや、マイク入れんの忘れてましたね。言ってくれてありがたいです。みんなもういや、何これ、ずっと一人で喋ってたってことかな。そうだよね。もうやだな。もうナバルさんもうまだ寝てないでしょ。寝てないのに何にも言ってくんないから。なんだ、もう何これ、結構喋っちゃいましたよね。姉さん、こんばんは。出てきてください。うん。いやいやいや、ひとりさん、これは今日のって。すいません、聞こえてなかったんですね。これね、今日のじゃないんですね。これ今日はね、真っ赤っかに夕日が焼けてまして、また初めからなんかえナバルさん、始まらんのかと思ったわ。すいません。すいません。やっと聞かえた。こんばんはってサイパンコさん、すいません。すいません。もう全然聞こえてると思っちゃった。今日ね、初めからちょっとね、出方っていうか、始まり方をちゃんとしたんですよ。もうこんばんはって言った後、いつもなんて言っていいかわかんないっていう文字があったから、あ、そうだと思ってメモに書いたんだと思って、でちゃんと喋ったんですよ。ちょっともう一回喋っちゃおうかな。こんばんは、今夜もゆるっとサイパンからライブ配信していきたいと思いますって。今日はちょっとガラパンの映像を撮ってきましたって、ちゃんとこうやってね、説明から入ってみたんですよ今日。なのにまたマイクを入れ忘れてたみたいで、全然全然わからなくて、ずっと喋っちゃって、でうねさんがあの今ツイッターで声聞こえないって送ってくれたんで、もうちょっとそれでと思って慌てて入れました。すいません、ありがとうございます。すいません。またね、また無音配信するとこでしたよね。音楽は流れてるね。音楽はちょっと携帯で確認しよう。ちょっと待ってね。音楽は流れてるんでね、ちょっとダブっちゃうかもしんない。あれ、音楽って流れてないのこれ。あれ、音楽なしこれ。うわ、音楽小さすぎ。姉さん潜ってる。姉さんって、姉さん潜ってるって。音楽聞こえたかなこれで。
音楽こんなもんかな、このくらいかな。音楽も入ってなかったってことだよね。ここ数日触ってないもん、ここ。マイクのとこを触ったりしてたから、さっき音楽だけだったよ。あ、音楽は流れてるんですね、サイパンコさん。いや本当にね、全然気づかなくてすいませんでした。でね、どこを話したんだっけ。あ、そう、値段が上がりますよって話をしたんですよね。もう初めからこんなことやってちゃね、ダメですね。今日はちょっとちゃんとして配信始めようと思ってたのに、なんてこったい。音楽だけだった。音楽これで大きくなったよね。なんか私今携帯で確認したんですけど、音楽の音が聞こえなかった。普通の人には聞こえてんのかな、みんな。どうなんだろう。ありがとうございます。もうバンゴさん、もう本当にありがとうございます。すいません、本当に。喋ってたのにな。字幕が出てたから、あ、そっか、字幕が出てたから気づいてくれたのかな、もしかして。これ字幕出てなかったら誰も気づかないでそのまんまっていうことだよね。あ、やばい。本当にすいません。本当にありがとう。皆さんありがとうございます。本当にまた気づかないで無音配信、字幕だけ配信をやるとこでしたね。本当にね、危ない。本当に危ないですね。そうで、どこまでって何にも話してないよね、まだね。そういうことだよね。いや、私の通信がダメで音声聞こえないんだと思っていました。すいません。いや本当ダイレクトメッセージ来るまで全然気づかないで、もう全然気づかないで話してました。もう何にも今日のね、もうお互いなんか全然持たなかったですね。本当にすいません。もう普通に始まってるもんだとばっかり思っちゃってたから。で、何話してたんだっけさっきな。料金が上がる。ああ、そう。まあ普通の人にはあんまり関係ないんですけど、サイパンとかでね、結婚式あげたいなんていう人がいたりしたら、これ私全然知らなかったんですけど、サイパンでサイパンで結婚すると結婚許可証、結婚しましたよっていう証明書がもらえるらしいんですよ。マリッジライセンスっていうらしいんですけど、でマリッジサティフィケート、証明書っていうのがもらえるらしいんですよ。でそれにかかるお金がローカルだと今までは$50だったんですって。でツーリストも日本人と日本人同士が結婚してそれを発行してもらおうと思うと、$125かかってたんですって。だから中国人と中国人とかで結構流行ってたらしいんですよ、そのサティフィケート、証明書を取るのがね。それが私こんなの全然知らなかったんだけど、議会でね、それを倍にしようっていう、倍にして政府がお金を取ろうっていう案が出てるらしいんですけど、ちょっと夜になっちゃったね。
と違う、後でガラパンの映像は今日撮ってきたやつ、違うマンゴーね、これもらったんで、また3種類のマンゴーをもらっていただいて美味しかったですね。ちょっと待ってね、この辺の映像をとりあえず出しとこうかな。そうで、なんだっけ、その証明書がもらえたらしいんですけど、議会で今回50ドルをローカルは100ドルにで、海外から来た人なんかももらえるらしいんだけど、それを125ドルから250ドルにしようっていう案らしいんですよ。ちょっとね、いくらなんでも上げすぎなんじゃないかと思うんだけど、ドンと上げるからビジネスライセンスとかも昔は50ドルだったのにどんどん値段上がってるらしいんですよ。もう取りたくても取れなくなってくる時代になってきちゃうね。サイパン知事はCNA 前の知事は閉鎖する事業よりその3倍回転する事業の方が多いって言ってたけどね、というぐらいならガラパンあたりでもなんか空いてるのはあんのかなと思って、ちょっとね今日撮ってきたんだけど、車でさーって撮ってるから、車でさーって撮ったのと、ちょっと降りてこう撮ってみたんだけど、私にはねちょっとね空いてるようには見えない。どっか空いてたかな。なんか工事してるとこはねあるんですけどね。ちょっと後でその映像を流したいと思います。なんでもね、値段上げていけばいいってもんじゃないよね、本当に。だってマリファナだって起死回生の一発だったはずなんだよね。住民投票もしないでさやり始めたはずなのに全く収入源にはなっていないわけだから、ちょっとね青ざめるっていうか、結構並んでんですよ。でも取材っていうか、取材じゃないけど行くじゃないですか、写真っていうかビデオ撮りに。結構ローカルの人いっぱいいるのに、でしかも高いじゃないですか。なんかほんとちょっとで量にしたらほんとちょっとなんですよ。あれどうやって吸うんだろうって感じなんだけど、タバコのように吸ってたらお金があってもねいくらあっても足りないんじゃないかって思うんだけど、ちょっとね政府は何考えてんのかなっていうのは思いますね。起死回生の言っても全くあれで税金取るって言ってたはずなんですよね。その葉っぱ会社っていうの、そこからそれでサイパンを盛り上げていくっていう予定だったはずなんですよ。これはねちょっと全く進んでないんじゃないかなって思うし、議員さんがめちゃくちゃ多いんですよね、サイパンって。この島の中人口どんどん減ってるのにさ、29人って言ったかな、なんか会員がで上院は今何人だっけな、
9人ぐらいいるんだかな。まああんまり少なすぎても密になっちゃう、まあ少ない。でもアメリカで100人でしょ、議会とかで決める人たちが。それからしたらめちゃくちゃ多いですよね。島にだから30人ぐらい会員がいて、そう上院が9人って言ったような気がするんだよね。だから日本の人口とかアメリカの人口、本土の人口から考えたらめちゃくちゃ多いような気がするんだけどね。本当だ、何を考えてんのかなって、何をいつも話し合ってんのかなって本当に思うんだけど、これでね、まだなんつうんだろう、すっげえ言葉選んでる言葉どうやって選べばいいんだ。でもね、議員さんあんなにいらないと思うんだよね、本当に。何をしてんのかちょっとわからないもんだって。お金取るところばっかり結構考えててお金取るとこばっかり考えてんのかなって、取ることばっかり考えてんのかなって。だから目先のお金は取るのをやめるとかって言ってたはずなんだけどね、この間、ついこの間、そういう方向性をやめるって言ってたはずなんだけど、でもね、今までそういうことをほら、飛行機の着陸のお金、離着陸のお金とか、駐車じゃないの、駐機場のお金か、そういうのをねバンバン来てたから、その辺を値段上げて、そしたらどんどん減っちゃったわけなんだから、その前にもねそんなようなことをね、ホテル税とか作ったりね、なんかいろんなことやってんだよね。そういうちょっと今来てるから、いっぱい来てるから、今なら取れるだろうぐらいの感じで、そういうことばっかりやってるから、そういうことばっかり考えてるから、今まで進んでこなかったんじゃないかなって私はそう思うんだけど、大人がみんなで話し合ってもそういうふうには思わないのかなって、考えちゃうよね。どう思います？ちょっとね、本当にね、最近の今の知事さんには私の話をちょっと聞いてくれ、まあね、捕まえたって感じだったんだけどね、逃げようとしてたところを捕まえて、じゃあ5分だけって話をしたのね、2年前ぐらい、23年前。まあそっから全然話が進まないわけだから、これ今日のじゃないけど、この間の先週の動画だけど、この動画もガラパンに載ってるんで、ちょっとね見比べてもらえると嬉しいなって思うんですよね。工事やってるところはあるんだけど、
ナマルさん、なんであんな小さいとこにそんなおるんや。うんね、そうなのよね。そんなにいらないよね、ほんと。そこが税金の無駄遣いじゃないのって思うよね。まだ起きててくれたんですね。ありがとう。ね、それがね不思議なのよ。その辺をやっぱ一番、ちょっと待ってね。今日の動画ぴょい。今日の動画もね、今日曇ってたんで、ちょっと雲多くてっていうか、ちょっと暗かったんで明るくしましたね。見えなくなっちゃうから、全然見えなくなっちゃうから、ちょっと明るくしてみましたね。やっぱり新しいホテル、このカジノのホテルの窓とかバリバリでしたね。バリバリに割れたまんま、内側からの角度、デューティーフリー側からの角度はバリバリに割れてましたね。昨日かなんか流したように映像はなんかちゃんと綺麗になってるような感じに見えたんで、もう一回撮り直してきましたね。この辺はね、角のコーヒーショップ、こっちがデューティーフリーサイドは角のコーヒーショップしか入ってないし、あれこれ今日のだよね。ちょっと見にくいね。見にくいね。今携帯で見てるけど、なんだかわからないね。あんまりわかりにくい。色は明るめにしてみましたね。曇ってたからすごい暗く映ってたので、このバスいつも止まってるな。いつ発車してるんだろう。この角のお店、このビルの角のお店、なんか中に人いたんですよ今日。なんかやるのかな。まだ開店はしてないのかなとも思えるんだけど、電気ついてますよねやっぱり。電気ついてる。やっぱりこの間まで空でしたよね確か。あとは相変わらず空なんですけど、あとはね、ずーっとここね、リーバイス入ってますよね。ここはもう全部上まで空ですね。でガラパンスクエア、この辺になんか入ってるかなと思ったら、やっぱり檻が閉まってるのでやってないですよね。全部空。
マッサージショップのマッサージ屋さんは不思議とずーっとやってるんですけど、人はいないんですけどね。でその隣になんかやってる感じ、なんかが同じお店なのかちょっとよくわかんないんだけど、今度ね降りてちょっと聞きに行ってみようかなと思ってはいるんですけど、あとはこの上は前からやってる、ここも一応やってる、人は本当にいない。スタッフも全然一人とかで店番一人でやってるところが多いんですよ。海坊主さんは今この時間はやってないから、忙しいみたいですけど、あとね、ここのお店ずいぶん前に工事が入ってるって、ここマーメイドの下工事入ってるって言ってたのは、ここの元々のオーナーさんがなんかやる子供預かり所だっけ、それをやるって言ってたんで、相変わらずねカジノホテルも一応取っとかなきゃなって感じですよね。ガラパン移すときはちょっとね、これ車が映ってないけど入り口のとこにめちゃくちゃ車止まってるんですよ。リムジンとかなんかやってんのかなって思いますよね。なんかやってんのかなって。ホテル工事が入ってる風にも見えないし、何もこの辺はここもね、どこだ、イーストオーシャンのところ、昔イーストオーシャンっていう中華料理屋さんがあったところが、ずいぶん前に工事始まってましたね。2ヶ月ぐらい前かな。まだ途中って感じ。ごめんなさいね、カチャカチャってなっちゃってね。ここがなんだっけ、ウィンチェルズ、もともとはウィンチェルズだよね。ウィンチェルズのところで、ここはなんだっけ、昔なんだったっけな、飲み屋なんだっけな、名前忘れちゃった。レミントンだ、レミントン。ここにみんな集まるっていうぐらいのねバーがあった場所なんだけど、今はね、この辺は全部空ですね。この辺も空っぽ。この辺はね、もう所狭しとね、いろんな業者が入ったりしてたのにね、今は本当誰も借りる人いないよね。一応デューティーフリーがなくなっちゃったから、一等地とは言えないのかな。一等地は一等地、
カンドぐらい、まあホテルの前っていうだけか。ホテルの前っていうだけになっちゃったね。ここ一応ガラパンの繁華街だったところだよね。金八さんはバリバリやってますけど、今の時間はやってなかったのかな、多分。あとはね、やってないですね。でもね、このマッサージ屋さんってなんであんなに元気なんだろうか。マッサージ屋さん、今でもガラパンのこことこの今映像の映ってるところと、あとパセオ・デ・マリアナに2軒ぐらいと、あとカントリーハウスの通りに1軒ぐらい、その辺は1人なんだけど、従業員1人しかいないんだけどやってるんだよね。なんであんなに元気なんだろう。すごいと思うんだけどね。ずーっと持ちこたえてるのがすごくない？ずーっと持ちこたえてるっていうのがなんでだろう、不思議だよね。家賃だって払わなきゃならないし、海は相変わらず難しいな。海は相変わらずせやけど、海だけってのはきついで難しいな。ストーリーさん、海だけなら他の島でもってなっちゃうかも。ね、そうなのよ。だからおじさまたちだってゴルフとか来るのに、やっぱり夜ね、楽しみたいみたいな、遊びたいっていうか、そういうのもあるじゃない。飲む場所、綺麗なお姉ちゃんの隣に置いて、やっぱり飲む場所が必要なんだけど、やっぱそういうところが一切なくなっちゃうっていうの辛いよね、これね。法律的にダメなのかなとか、キャバクラとかダメなのかなって見てみたんだけど、そうでもないみたいなんだよね。ビジネスライセンス自体はなんか取れる。あとね、秘密クラブなんだっけ、会員制みたいなビジネスライセンスもあるのね。知らなかったんだけど、すごい高いんだけどね。島だね、海だけならってはなっちゃうよね。そうなんだよね。なっちゃうかもしんないよね。そうだね。観光地として成り立ってない状態になってるからね、今ね。あれ？どこが映ってる？何が映ってる？あれ？今日の映像だよね、これ。違うね。違うのが映ってたね。あれれれれ、今日の映像が半分で終わってるぞ。なんでだ？ちょっと待ってね。今日の映
分で終わっちゃってるのはなぜでしょう。半分だけパソコンに移動できたなんてそんなのないよね。おかしいな。いいだけじゃね、ちょっと海と自然だけじゃダメってかね。うねさんどこ行っちゃったんだろうね。うねさん現れてないのさん現れてないですよね。本当に今日もね無音配信になるとこでしたけどね。うねさんのメッセージでちょっと助かりましたね。無音配信にならずに済みました。ね、海が綺麗なのはほんとね間違いないんだけど、で今人がいないから余計に綺麗。この角のお店ね、ちょっとなんか電気ついてたから絶対なんかやってるよね。ちょっと寒いんだ。除湿だけにするとエアコン代みたいな。うねさん呼んだって読みました。ありがとうございます。今日はね無音配信になるとこだったのを助けていただいてありがとうございます。本当にうねさんからメッセージ来なかったら、携帯に来なかったら全然気づかなかった。本当にまんま話し続けてまた終わってましたね。もう無音配信やるとこでしたね。ねさん字幕が出てたから気づいたのかな。やっぱりこいつ喋ってると思ったんだろうね。喋っててもまたマイク入ってないわって思ったんですよね。何にも入ってないね。私がお店をやるんならもう絶対ホテルの前の方だよね。ここからねビーチロードの方ってね人が流れないんですよ。ホテルから出てくると大体ねこの辺で右に曲がるんですよ。ホテルを背にしてカントリーハウスの方に曲がっちゃうか。でパセオ・デ・マリアナって意外とね人が歩かない。字幕なってるし音楽なってるし声だけ聞こえなくてってうねさんねそうだよね。そうですよね。昔はね声だけそうだよね。字幕出てて音楽鳴ってて声は聞こえない。そうだよね。字幕出てるなかったら気づかなかったよねきっとね。危ない、本当に危ない。またやるとこでした。この間は1時間半ぐらい無音配信でその後停電でもう終わっちゃいましたからね。全然気づかないまま終わってしまって情けない限りですね。大体ねこのパセオ・デ・マリアナホテルから出てきてこの辺は歩くんですよ。この辺までは歩くけどあそこの道でカントリーハウスの方に曲がっちゃうんですよね。だからここもねここを歩くっていうよりみんなデューティーフリーを目指してたからホテルからこのフィエスタじゃなくてクラウンホテルから出てくる人ってみんなね
カジノの方に、カジノがない時でもカジノの方の通りか、カントリーハウスの前の通りはそうでもない。もうやっぱね、カジノの方の通りを通ってデューティーフリーに向かうっていう人たちが多かったんですよ、前は。ね、私もお店を開くときにこの辺いろいろ見ましたけど、昔の時代、本当の昔、日本人が全盛期の時代は、どの道でもね歩いてたけど、だんだんね、皆さん動画見すぎてサイパンの道を覚えました。ありがとうございます。動画見すぎました。もうすいません、ね、毎日のようにねサイパン動画だからね道を覚えちゃうかもしれないですよね。でも空港からとかは分かんないだろうね。行った時は庭のように歩けます。そうですよね。クラウンホテルからだとね、クラウンホテルの周りはもう事細かに何があるかはもうみんな分かりますよね。何がどこにあってどこを行けばどう行けるっていうのは分かりますよね。ウィンチェルズが名前変わったことも全然知らなかったんですよね。まだドーナツ屋さんなんだとは思うんですけど、空港から分かりますよ。分かる。姉さんは分かるよね。空港からの方の映像は空港のところ今あれが綺麗だろうね。ブーゲンビリアじゃない火炎樹がね今綺麗な道並みになって満開になってるんじゃないかなと思うんですけど、喋りづらい。今日歯医者さん行ったんですけどね、行っただけで終わりましたね。この辺も空だしね。この辺はもうほんと前はパカンって開いてたところだったんだっけ。違う、駐車場になってたところだったんだ。そこにもね所狭しとホタテ小屋のように出来上がっちゃったしね、不動産屋さんとかが入ってたんだよね。この辺の黄色いとことか不動産屋さんだったんだよね。不動産屋さんだったんですね、この辺ね。不動産屋さんも一時期めちゃくちゃ増えたんだけどね、今本当に本気でなくなっちゃったしね、不動産屋さんが。不動産屋さんもなくなっちゃったな、それが。不動産屋さんガラパンだけで10軒ぐらい。何もないんですね。ストーリーさんね、そうなんですよ。何もないんですよ。
当にね、この海とかは変わってないのに、なんでこんなにないのかって言ったら、やっぱ政府の方針が間違ってたからっていうことになりますよね、どう考えても。どう考えてもそうなると思うんですよね。葉っぱ屋さんいっぱいあるのに、葉っぱ屋さんいっぱいあるんだけど、ここにもあるし、ここの隣のとこにも入ってるし、いっぱいあるんだよね、ガラパンだけでも。それなのにね、そこから税金がなんか買った人が買った人売上税が、その葉っぱ屋さんは 15% とかって言ってなんか決まってるんだよね。無になれて良いところです。うねさん、無になれて良いところです。無にはなれるかもしれないかな。どうかな。なるさん、海と空は変わらず魅力的。でも街の方は正直ちょっとだよね。デューティーフリーがなくなっちゃったのね。めちゃくちゃ痛いよね。これ中身全部売ったのかな。また再開しますとか言ってね、これありますって出されてもちょっと困っちゃうようなものもあるだろうしね。中身全部売ったのかしら。セールずっとやってたけどね。化粧品とかね、やっぱりサイパンに住んでるちょっとお金持ちの人たちがやっぱ化粧品とかあそこでデューティーフリーでちょっと買ったりしてたから、すげえ不便だとかって言ってましたね。すごい不便になったって。このモニカズギャラリー、海は綺麗なんですよね。頂点のとこはね、靴屋さんとかおもちゃ屋さんとか、何があったっけ。おもちゃ屋さん思い出せる、靴屋さんも思い出せる。あとなんかあったよな、ちょっと忘れちゃったけど。パン屋さん、海は綺麗なんですけどね。この画像を撮ったのは全チャンネルさん、サイパン全チャンネルさんっていうところなんで、そこを後でね、下に説明欄のとこにリンク貼っておきますんで、もし全容を見たい方はね、綺麗な映像いっぱいありますから、ここから見に行ってみてくださいね。私がこの映像は撮れないんで。ドローンとかそういうのもあると便利なんだろうけどね、まだね、今そういうところに余裕は全くないので今はね、なんとかね、再建の道をどう再建するのか再建しないのかとりあえずそこまでも行ってないかな。生きていくのにどうしようかっていう感じかな、今はね。そういう状態なんで、そういう状態なのにね、
麗なんだよね、本当にね。無になれて、まあ、宗さんとかは無になりに来たりして釣りとかするのかもしんないけど、結構ね、日本のグループの人とかはもうサイパンじゃなくて台湾とかね行ってるって言ってましたね。近いし安いし安いし、なんだっけな、もう日焼けが目的じゃないからとか言ってましたね、別にね。台湾に行ってる、台湾とか韓国に行ってるって言ってたな。台湾とかだと羽田から出てるのかな、確か。なんかね、羽田から出てて便がいいからとかいう話も聞いたな。なんかストーリーさん、海羽なんだ、海跳ねてる。海はねか海はねか、ごめんなさい。日焼け、釣り、精神的にリセット目的です。あとはね、みんなね、日焼けが最近ないんだよね。まず女の子なんかはほぼ焼けたくないでしょ。ガングロがなくなっちゃったでしょ。で、あと釣りはね、本気でやってる釣りの人は自分の竿を持ってくるのね。クルーザーとかチャーターするんだけど、サイパン来ていつもで自分の竿とかリールっていうのを持ってくるもんだから持ってこれなくなっちゃったんでね。飛行機が2メートル以上のものをこう釣り竿ってこうなんかね、こう畳んで持ってきてたみたいだけど、持ってくるのが随分ねお高くなったのと、あとちょっと大きいサイズだと持ってこれないらしいんですよ。ウィンドサーフィンもそうだよね。ウィンドサーフィンも2メートル以上。尻でなんか言った、私口が回ってなかった。釣りが尻に聞こえた。ごめんなさい。釣りです。フィッシングだからフィッシング、釣り。フィッシングになってるけど、フィッシング、なんで P なの？ F って書いてあるかな。私のパソコンもね、こう線が入ってるからちょっと見にくいんだよね。ナンパね。ナンパする相手もいないよ今。相手がいないよ。働いてる人ならいるかもしれないね。若いお姉ちゃんね。若いお姉ちゃん見てないな、いないな。若すぎるお姉ちゃんならいるか。若すぎるお姉ちゃんっていうか、若すぎる子供ならいるけど、ちょうどいい年齢の子たちを見なくなりましたね、最近ね。
次もだからそういうんで日本からとか海外からとかは来にくい状態になっちゃってるんだよね。韓国の飛行機はわからないけど韓国人をナンパしてみました皆さんやるな。何語でナンパするの？韓国人英語かな。韓国の人も意外とでも今若い子はみんな英語喋れるよね。ちょっと言ってる。そうでもないな。ツーリストの人結構喋れない、英語喋れない人結構いたな。英語なんだ。ボディーランゲージって返ってくるかと思ったボディーランゲージかと思ったら英語なんですね。まあね、ナンパはどこの国でもあるよ。そう今日とある歯医者さんに行ってお話をしてたら、そこにいた人がなんて言ったらいいんだろう、結婚してるって言ってたんで、結婚してる、私はアメリカの本土から来た人なんですよ、その女性が。で結婚してるのがフィリピン人なんですよね。でフィリピン人の旦那さんと一緒になってサイパンに住んでるらしいんですけど、それがねコロナの中でインターネットで恋愛をしたらしいんですよ。でネットで知り合ってサイパンにいらして、なんかねすごいラブストーリーだなって思ったんですけどね。そんなのがあるんだと思って。で旦那さんがだからもともとサイパンにいた人で本土から嫁に来たって感じなのかな。すごいなって、そんな感じもあるんだなと思って。旦那さんはお会いしたことないんですけど、ちょっとすごいラブストーリーだなって感じ、夢があるなって感じでしたね。マッチングアプリ SNS って言ってました。インターネットでって言ってたんで、マッチングアプリなのか、マッチングアプリだろうね、多分ね。うちのスタッフも昔ね、クリスマスとかお正月とか、うちは日曜日、土日、祭日とかその辺は休めませんよって言って、そういう説明をして働いてもらってたんですよ。で3年目ぐらいかな、働き始めて、突然ね、その子はね、私はクリスマス休みますって言うんですよ。絶対に休みますとかって言って、クビになっても休みますっていうわけ。もう切ってもらっても結構とかっていうわけですっごい言い方してきて、何があったんって言ったら、何があったのって聞いたら、イギリスの人と結婚しますって言うんですよ。はぁみたいな。マッチングアプリやってみたいよねさ。そうなの？マッチングアプリって日本はいっぱいあるでしょ。だってマッチングアプリサイパンからだと前にだから
外人さんって外人さん英語圏で使うものはそういうものもあるらしいんですよ。だから外人さんと結婚したい人たちはそれで OK なんじゃないかなと思うけど、日本のは、サイパンからはあんまり入れないって言ってましたよね。昔もう帰っちゃった方ですけど、そういうので知り合い、でも知り合って帰っちゃったな、知り合って帰っちゃったな。あるのかもしれない、もしかしたらあるのかな、マッチングアプリ。なんかね、日本のやつは使えないものが多いっていうのは聞きました、サイパンでは。でも知り合って結婚して帰っちゃった人もいるから使えるんだね、使えるものもあるんだね。何事も経験ですから。だってうねさん結婚してるからダメじゃんついこの間ですよね、帰っちゃったの、知り合って、あららって感じで、うちのスタッフはだからイギリス人の人とマッチングアプリみたいのをやってたみたいなんですよ。でその年のね、クリスマスとお正月にそのイギリス人の人がそうだった、何うねさん、そうだった、何を思い出したの、そうだった、何かしら。でイギリス人の人とチャットをしてたらしいんですよ。なんかそういうマッチングアプリかなんかだと思うんですけど、でイギリス人の男の人は結婚するって、初めね、結婚するから休ませてくれって言ってきたから、誰と結婚すんのかなって思って、でも本当にそんな長い休みを取るんじゃちゃんと休みを取らなきゃダメだよって。そうだった、既婚者だったって、うねさん。そうです、既婚者ですよね、うねさん。ダメですね、マッチングアプリとかダメですよ。そういうのあるんじゃないの、やっぱ既婚者とか既婚者じゃない、ロマンス詐欺とかあるぐらいだから何でもありな世界って言っちゃありなのかな、わかんないけど、そんな感じ。ちょっと待って、別れてくるってそんな簡単じゃない、イギリス人の人とチャットをしてて結婚まで行ったっていうんですよ。結婚の話まで行ったって言って、それでそのイギリス人の人が会いに来るって言って、だから休ませてほしい、人生がかかってるまで言われちゃったから、もうじゃあ休んでいいよって、もうね、当てにしなさいみたいな感じになったわけ。そしたらそのイギリス人の人はなんかグアムに寄ってからサイパンに来るとか言って、グアムでもだから多分そういう人を見つけて、そういう話でっていう感じだったんだと思うんですけど、で結局はオチとしては、グアムにはそのイギリス人の人はグアムには行ったらしいんですけど、サイパンには来なかったらしいんですよ。でその彼女はね、うちの会社を辞めたんですよね。結局辞めますまで言って、でグアムに行きますって言ってグアムに行っちゃったんですよ。いきなりだから辞めちゃって、勇気あるなーって感じですよね。もう会社も辞めて、だからその方はフィリピン人の人だったんですけどね、もうビザなんか
ビザなんか全然取れるしいらないからって言ってやめていったんですよ。めちゃくちゃ言ってやめていったんだけど、結局グアムに追いかけていった形になったんだけど、グアムでも出会えなかったかなんかで、そのお正月明けかなんかにもう謝ってきたんですけど、謝ってもね、こっちだってね、そんないきなり休まれていきなり辞めるって言われていきなりいなくなっちゃって、でその当時って、お部屋もうちで用意してたから、うちでこう用意しなきゃいけないんですよ。会社で用意しなきゃいけなくて、うちで用意してたんだけどいきなりいなくなっちゃって、ほんとね勇気あるなって思ったのと、そんなことできるんだって今言いながら、そういえば日本人でもいたなと思って、そういう人が来てね、3日ぐらいで、日本人の人で来て3日ぐらいで会社来なくなっちゃって、でなんかねローカルの人にはまっちゃって、でまた立ち悪いのが、そのローカルの人たちが教えるんですよ。どうやったら会社を辞めれるかとか、うまい具合に訴えて辞めれるかとかっていうのを教えて、結局オンブッスマンとかにレーバーケースとか持って行って、3日ですよ。ビザ取ってあげて来たと思ったら、そのぐらいで訴え始めたりして、もう意味わかんないよね。ほんとビザ取ってあげるのだって1000ドルとか1500ドルとかかかってるわけだし、飛行機代もかかってるし、それでいて3日とかでね、いきなりそういうとこに行っちゃう人たちいるんですよ。そういえばね、だから今考えると、その子も昔いたわ、そういえば。また他のことを思い出したけど、他のスタッフでも日本人の子だ。その子も日本人だったけど、もともとこっちに彼氏がいて、それでうちに働きに来て、でやっとビザが取れたっていう感じだったんですよ。だけど何時以降は働きたくない、5時以降は働きたくないとか、夜は働きたくないとかいきなり言い始めて、で今度訴え始めるんですよ。その当時って訴えるとどこでも働けるビザが取れたんですよ。もらえたんですよ、とりあえず。まだアメリカだけど、アメリカのビザが入ってない時ですよね。とりあえず会社を訴えると、そういうビザがもらえて、どこでも働けるようになって、自由になれるっていうビザがもらえちゃったんでね、そういう彼氏がいて5時以降働きたくないとか、何時以降働きたくないとか、そういうあれがある人はそういうことするよね。で結局うちに働いてたのはね、3ヶ月いたかいないかだよね。本当にね、見る目がないって言ったらそこで終わりなんだよね。終わりなんだけどね、見る目がないって言ったらそういうことになるんだろうけど、ちょっとね、ああいう感じなんだって思いましたね。でも泣いてもほんとこっちがね、頭おかしくなっちゃうね。ほんとにね、
もうね、彼氏がいるからサイパンに来たいわけであって、仕事をしたくて来てるわけじゃないから、ああいうのもねちょっとびっくりしますけどね。ああいう感じなのかな今の人はって。もう一人の子もセットになってそういう風にやり始めましたね。一緒の時期に雇った子で、あの時期はねほんとね、もう日本人なんか二度と雇うかとか思いましたよね人を雇いたくないなって。日本人をマネージャーに置く必要性を持ってたんですけど、日本人をマネージャーに置いた方がいいかななんて思ってたけど、置く必要性がないなって思いましたね。本当普通にフィリピン人の子たちがちゃんとやってる子たちがスーパー店長さんとかそういうので十分だなって思いましたね。皆さん、皆さん誰それ？五十嵐さん、五十嵐さんでいいんだよね、その読み方。なるさん、常識外れってねえ、ほんとちょっとね、海外で働くっていうか、なんつうの、ビザ取ってあげなきゃなんないじゃん、会社が。それがね、そのお金だけでもめちゃくちゃかかるから。で、会社にはやっぱり枠があるから、日本人取れるっていうか、日本人っていうか外国人ね、フィリピン人も含め、それこそバングラディッシュの人とかも含め、にゃダメ、ちょっとどいてください。ダメ。ニャニャがね、今日騒がしいんですよ。ダメ。なんで？ダメだよ、ニャニャ。ダメ。今なんかね、いっぱい思い出してきましたね。もうね、いっぱい思い出してきたな、なんかそういうの。ありえない感じのこと。その当時は、今でこそなんかネットで知り合ってっていうのがいっぱいあるんだなっていうのは分かってきたけど、本気でその時仕事辞めてまでほら行きますみたいな女の子がいたり、本当仕事に来るんじゃなくて彼氏がいるから来ますみたいな、そんなのあるんだなって本当思いましたよねなるさんこんばんはっていううねさんがうねさんが言ってます。ちっちゃい文字で言ってるね。うねさんがもうね、そういうのがあるとは思わなかったから、その当時ちょっとね、ほんとねびっくりしましたよ。ダメにゃに
ダメダメ、本当にダメ。もうニャニャジャンプ体勢です。ジャンプ体勢。ああ、ダメ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 。ああ、ダメって。なんかひっくり返したし。ダメって。なんでそんな。ちょっと待ってください。ちょっと少々お待ちください。ああ、もうダメダメダメ。何やってんのニャニャ。本当に。ご飯入ってるし、お水も入ってるし、なんで？なんかニャニャがおかしいです。すいません、お待たせしました。ちょっとお水も。なんでニャニャ。いやー、なんか落っことしちゃったし。何落っことしたの？あ、すいません。なんかね、こんばんは。ちっちゃい、なんだあれ。なるさん、こんばんは。あった。姉さん、凶暴化した。なんか、ニャニャが凶暴化してます、姉さん。なんかね、わかんない。すごいさっきからね、パソコンにジャンプしようとしてて、今もうジャンプ体勢で途中でやめて違うところのものをバシャンって落として凶暴化してるんですけど、ご飯も入ってるし、お水も入ってるし、おトイレも綺麗だし、いつもね、なんか要求があって私のとこに来るんですよ。気づくとあんまりね、別に寄ってきたりはしないんですよね。で、要求があってご飯くれとかお水くれとか、そういう要求があってこう来るんですけど、今日はさっきお水も入れたし、ご飯も入れてあるし、おトイレも綺麗だし、何もないのになぜか凶暴化してます。なんだろう。日本兵が猫に入ってない、入ってない。そんなこと言わないの。姉さん、そんなこと言わないの。そんなこと言っちゃダメ。あー、にゃにゃ、何してんの？何してんの、にゃにゃ。なに。ダメ。本当にダメ。さっきも、もうダメ。連発になっちゃうね。すいません。ダメ。本当にダメなんですよ。本当にニャニャはね、凶暴化してます。今日はなぜでしょう。ちょっと待ってね、コーヒー飲みます。すいません。姉さん、そんな怖いこと言っちゃダメよ。ダメ。ねえ、なるさんもダメだよね。考え方っていうか、スタッフの人、本当ね、日本人これじゃいらないなって本当思いましたよね、あの頃。もう二度と雇うかぐらい思ったもんね。日本人じゃなくてもいいやって本当に思った。日本人の方が逆に面倒くさいと思ったね。その日本人の女性を雇ったんだけど、もうローカルの男性に言われたがまま動く。訴えてみて、
会社を訴えてみて、レイバーケース、日本でいうと労働局に訴えて、すぐ訴えに行くのね。昔はもうフィリピン人のお箱だったんだけど、そこはもう日本人もそういうことねやり始めてたからね。まあ人によるんだけど、もちろん、その人たちは男に走って、その男の人が会社を訴えるとそういうビザがもらえるから、そういうことやった方がいいよみたいな感じでね走り始めてましたね。ほんとああいう本当人種じゃないなって思いましたよね。仕事をしに来てんのに何しに来てんじゃって感じだよね。ツーリストで普通に、そこを見抜けなかった方がダメなのかな。そういうのを見抜かないとね。でもね、サイパンに働きたいって、そんなにねうじゃうじゃは来ないんですよね。募集かけてもせいぜい10人ぐらいかな。本気で働こうって思ってる人はいないよね。いないかな。あとね、20歳ぐらい、20歳ギリギリの子をね雇ったことがあって、男の子なんだけど、20歳の子を雇ったらお母さんから電話があって、もうビザとか全部済んで、もうあとは来るだけっていう時になって、本人がビビっちゃったみたいで、お母さんから電話があって、めちゃくちゃ怒鳴られた。うちの子をどうしようと思ってるんですかみたいな。もうありえない、もうビザ代の損とかね、そういうのもあったしね。ストーリーさん最悪。そういうこともあるんですよね。もうね、そういうこともっていうかね、結構そういうの多々ある。ほんとね、日本人の女の人は意外とね、男の子もそうなのかもしれないけどね、来て3日目ぐらいでだいたいことが始まるよね。なんか私は若い頃ね、そういう感覚がなかったから、ちょっとね驚きだったよね。私の物差しとよくあるよねってお母さんから電話でさ、あるのそんなこと。ほんと20歳過ぎてさ、そんなことありえるって思ったんだけどね。私は20歳過ぎてんのよ。それまでだってビザを整えるのに自分でだってパスポートだっていろんな証明書だって全部出してきてるのはその本人だからね。それなのにビザ降りて、はい今度来週来ますっていう時になって、いきなり母ちゃんが電話だよ。朝までゲームやってたから休ませます。朝までゲームやってたから休ませますってお母さんから電話。そんなことあるの？ねさん、ちょっと待って、朝までゲームやってたから仕事を休ませるのでお母さんから電話があるの。ありえないんだけど。でさ、なんか私がやっぱ仕事やり始めた時とか、なんかそういう感覚なのかな。朝までゲームやってたからありましたね。
それを了解せざるを得ないもんね。もうね、あ、そうですかって切るしかないよね、そんな電話ってね。ギャン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 めちゃくちゃ言われたもんね。オーナー出せとかなんとかでギャン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 言われて、責任者出せとかって言って3分間口が開きっぱなしになりました。本当だよね、梅さんね。ありえないんだけど、なんか仕事変わったりなんか始めたりする時ってさ、古いんだろうけど、これ言ったら古いって言われると思うけど、石の上にも3年じゃないけど、まずはその会社でとりあえずエキスパートとしてならなきゃいけないから、めちゃくちゃ覚えることの方が多いと思うんだよね。何もせずに3日ぐらいでバーとかに入り浸りとか、女の子よ、そういうのとか、もうなんかね、ほら新しい女の子とかが入ると世間で働いてる男の子とかも覗きに来たりナンパしに来たりするんだよね。日本人じゃないよ、日本人だけじゃなくてね、こっちで働いてる人とか、働いてるこっちの人とかね、もうすぐ噂が1日とかで広がっちゃって、で飲んだくれになる人もいっぱいいたし、ね、その梅さんが口開けっぱなしになるっていうのはね、本当にわかるね。ギャンギャン電話でも言われたし、20歳過ぎてんのに親が電話かけてきてこんな怒鳴るとか意味わかんないと思ったしね。20歳過ぎてんだから自分の責任じゃないのって本当に思ったし、そういうのが通常になってんのかなってね、もうちょっとね感覚が分からなかった。怒鳴ってくる親も親だと思ったし、そのお姉さんに言ってきた親も親だよね。朝までゲームやってたからってその言い訳で通ると思ってる人がいるっていうのがすごいよね。それが今の世間の通常なのかな。それ困るよね。本当にさ、もうお金かけてもうビザ取ってんのに、支払いがあるのに、それで来ないとか3ヶ月で辞めちゃうとか、3日で来なくなるとか、3日でねサイパンにいながらして来ないっていうのとか、もうありえないとか本当思ったもんね。いきなり消えちゃうんだから。ほんでそれをよしとして引き受ける労働局の考え方も意味わかんなかったし、3日とかで退職していただきました。そりゃそうだよね。親が電話してきて朝までゲームやってたから休ませるとか本気で意味わかんないけどね。日本から来てんのに3日でいなくなるとか2週間でいなくなったり、おいおい私まだ会ってない会ってないのにいなくなるのって感じだったもんね、本当に。あとね、
いろんなのあったな。だからフィリピンの人とかそういう人がなんかガンガンレーバーケースとかそのなんだっけレーバーケースは管理労働局とかに行くのはお国が違うからこういう考え方なのかなってなんか意外と諦めがついたりしてたんだけど、仕方ないなっていうんじゃないけどカルチャーの違いもあるのかなって考え方の違いがあるんだろうななんて思ったりしたけど、日本人もすごいそういうのいっぱいいたから、ちょっとねそういう人をね周りで見たことなかったからね、意外とダイビングの人たちとかは根性系っていうか根性ある人が多かったんでそういうのねあんまりね見てなかったからあたふたしたよね。こんなのいるんだっていう退職していただほら日本なら明日から来なくていいとかさそういうことができるんだけど、こっちはいちいち裁判になっちゃうからそこにね時間を費やさなきゃなんなくなっちゃってたりしたからほんとつらかったよね。いやこの前3日でね遊びほうけるってね意味が分かんなかったね。会社のことをこう覚えようとかそういうのがなくてね、そういうのちゃんとやらないで男に走るみたいなさ、男の子の方が意外とうまくやるよね、そういうのは。夜飲みにでもいたな男でも。あの人は会わない、本当に私会わないうちに消えた人が何人もいるね。話を聞くともともとこっちに彼氏がいたりそういうんでいたけどビザが取れないでいたからね、会いたいだけにこうビザを取りに来たっていう人が意外といたな。男でも一人いたな、一人二人いたなそういう人が。もうなんかガッツ系の人なのかなって履歴書では思ったけど、頑張る系の人なのかなって思ったけど、いやって来て本当何日か会ったぐらい、顔を見たぐらいで挨拶会も始まる前に消えたりした人いた。ほんとね意味が分かんないんだよね。そういう人に限ってそういう人たちに裁判に行くような人たちに限って結構ね嘘を並べ立てる人が多かったりもした気がするな。ほんとね意味がわからない世界でしたね昔は。昔その昔なんで、今ではそれがねありえない状態になってるけど、意外と世間でねそういう話とかね何回か聞いたことはあったのね。横領して逃げまくってるとかね聞いたりもした人も何人もいるし、そんなんなんだなんて大変だねなんて言ってて、自分が雇う方になってきたら自分にも意外とそういうのを目の当たりにして面食らったことが
何度かありましたね。考え方って人それぞれよね。ありえないもん。私のあれに親がこう出てきてね、そんなこと言うっていうの、昔若い頃なんかありえなかったけどなって思うんだけどね。そんなこと自分でやんなさいって言われても、そんなの絶対助けてはくれないよね。ちょっとびっくりするような世界がありましたね。そう今考えるとそういうのをどんどん思い出してきていっぱい、今日あったみたいなね、あんな素敵なね彼がいるから、サイパンに来たんだろうけど、ちゃんと働いてるし、素敵なご夫婦になってるみたいだし、お話聞くとね、それもコロナ禍の時に始まったラブロマンスみたいな、そういう感じにね、いい感じになるならいいんだけどね、ビザの問題っていうのはその時もだから大きかったのかもしれないね。5時までしか働けませんとか、うちはね、当時は11時ぐらいまでやってたから、朝10時ぐらいから、朝10時かな、そのくらいから夜の11時ぐらいまでやってた時期だったかな。難交代、もちろんずっと投資ではないけど、難交代制、夜は絶対働けませんみたいなさ、そんなこと言われちゃったらね、無理って感じだったよね。でもあるんだね、そういうの。そんな朝までゲームやってたからなんて、親から電話かかってきたらどうするかな。あの時ももう何も分かりましたって言って切ったもんね。もう分かりましたって、その話を聞いてるだけでこっちがおかしくなりそうだったから、キャンなんか言われて、もうキャン説明したところで、もう来ないんでしょって、もう来ないんならいいからって言ってんのに、よくないみたいなことを言われて、よくないとか意味わかんないしって、来ない、こっちがねこっちが文句言うならわかるけど、もうその時間がもったいないと思って、分かりましたって電話切るんだけど、またかかってくるからね、ほんとね、あれおかしくなりそうになりましたね。考え方いろいろありますよね。そんな感じなんですよ。海外、日本もあるんだね、そういうことがね。すぐ辞めてもらえて、次がすぐ雇えるんならね、まだしもなんだけど、本当に日本みたいにアルバイト感覚で来られたら本当困っちゃうよね。他の会社でもやっぱ飲み歩いて夜事故でも起こされて、本当そういうのがあった会社さんもあって、もう目も当てらんないわって言ってた会社もありましたね。それはなんかいろんなことがこう蘇ってきたな。ちゃんとね、もうすんなりやめてくれるんならいいんだけどさ、うだあだ言ってね、お金をせびろうとするんだよね。お金を取ろうとするの、そういう人って、会社から。それがね、意味わかんないんだよね。自分の方が悪いことをしてる状態なのに、
2000ドルでも3000ドルでも踏んだくってやめようとすんでね、なんか権利主張して、ああいうのが意味わかんなかったですね。次の行き場とかどうね、あれなんでしょうけどね、ビザでいる世界だから仕方ないじゃないな、全然納得は全然できないですけど、そういうことをやってるような人たちもいましたよね、昔。そんな感じですね。何時、1時ですね。ビザの世界ってそういうのがあるからめんどくさいっちゃめんどくさいですよね。そういう人が私の時代っていうか周りにそういう人たちがいなかったから、そういう人たちを見てこなかったからね、余計にびっくりしちゃったっていうのがありましたね。いろいろあるんですよね。いろいろ思い出したな、なんか。今の時代だからっていうんじゃないですよね、それね。人それぞれなんだと思うんですけど。そんな感じですね。今日はそんな感じで、ちょっとそろそろ失礼させていただこうかな。歯が痛いのも治んないしね、歯が痛いっていうか歯茎が痛いっていうのも治ってないんですよね、まだね。ちょっとこんな歯で苦労するってないことだったな、今までの人生の中で。歯医者さんが近くにいたからかな。ちょっとニャーニャーもね、うろうろね、なんかいろんなことしてるんで、ガシャガシャ落ち着かない。なんで？どうしたのニャーニャー。どうしたの？落ち着かないようなんで、ちょっとそろそろ遊べということなのかもしれないんで、ニャーニャーと遊びたいと思います。ということで、皆さん、ストーリーさん、なるさん、ナバルさん、皆さんありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。皆さん今日はおとなしで配信しなくて済みました。ありがとうございます。改めましてありがとうございます。本当にマイク気をつけなきゃダメですね。今日はちゃんと配信始められたと思ったのに全然ちゃんとじゃなかったです。すいません。ということでまた明日配信したいと思います。ちょっとね、今日半分しか動画が入ってなかったのがなぜなのかわかんないんですけど、残りは明日配信したいと思います。ということでありがとうございました。ではでは、失礼いたします。どこで切るんだっけこれ失礼します。おやすみなさい。